ブレークしたと思って飛び乗った瞬間に逆方向へ急落で損切り。よし抜けたと思ったら結局ヒゲで戻されて逆行を始める。そんな騙しブレークにやられた経験はないでしょうか。実はこのような騙しにあってしまう原因の一つは、ブレークの見方の軸が一つしかないことです。価格だけを見てブレークの判断をしてしまう。これでは片手落ちになってしまいかねません。ブレークが本物か騙しかを見極めるためには、価格、時間、数量の3つの軸で判断する必要があります。今回はこの3つの軸をもとに本物のブレークと騙しブレークを見極める5つのポイントをチャートの実例とともに解説します。この内容を知っておくことでブレークをより網羅的な視点で判断できますし、騙しにも遭いにくくなると思います。では早速1つ目の軸、価格から見ていきましょう。価格軸の1つ目は、今回の動画でお話しする5つのポイントすべてに共通する前提条件になる最も重要なことです。それが実体とヒゲのどちらでブレークの判断をするのかというものです。まずはですね、図の左側、実体でのブレークの方から解説していきたいと思います。この赤のラインがレジスタンスラインであったり、ブレークの対象となるラインとして見ていただきたいんですけども、このラインをローソク足の実体、終値で超えてきたときにブレークとしてみなすという考え方です。一方のヒゲのブレークはどういうものかというと、このラインに対してヒゲ先で超えてきたときにブレークとしてみなすという考え方です。ブレークは実体で判断すべき。ヒゲでのブレークは騙しだ。そんなことを聞いたことがある方もいるかもしれませんが、実はこれはどちらも正しいです。ではこの実体とヒゲでのブレーク判断、実際のチャートを使って例を見ていきたいと思います。今表示しているチャートはドル円の4時間足です。ここにスイングハイとスイングローのインジケーターを表示しています。チャートの左側からこのように上昇トレンドが発生していて、このあたりから少し下がり始めて、このようにダブルボトムを築いて反発してきたところ、今青の水平線を引いたところがダブルボトムのネックラインになっています。ではこの後の予想を見ていきましょう。はい、このローソク足に注目をしてください。今、ヒゲの部分でこのネックラインを超えてきました。で、先ほどの図の左の例、ローソク足の実体がこのラインを超えた時にブレークしたとみなすのであれば、この時点ではまだブレークをしていません。もう少し値動きを進めると、はい、今ここですね。ここのローソク足で、このネックラインを実体で超えてきたので、この時点でブレイクとみなすという考え方です。で、先ほどの図の右の例ですね。ヒゲでブレイクすると判断する場合は、ここでブレイクと見るわけです。このヒゲが超えてきたところですね。で、この後の様子を見ていくと、このように上昇していってるんですが、今回のケースで言えば、ヒゲでブレイクを判断している人にとっては、このローソク足のヒゲで、ここの高値を超えて、下がってきたところが押し目買いの機会になり得ますし、実体ベースで判断する人であれば、この足でこのネックラインを超えた後、下がってきたところが押し目買いの機会になります。今回の例で言えば、ヒゲでブレイクしたと判断する人の方が、より早く、より安い価格で買えた場面ですよね。で、皆さんに必ず覚えておいていただきたいのは、今はローソク足のチャートで解説していますけれども、世界にはローソク足以外を見ている人もいます。ローソク足と並んで有名なチャートがバーチャートというもの。せっかくですので、このチャートをバーチャートに切り替えてみたいと思いますが、するとこうなります。はい、どうでしょうか。だいぶ見える世界が変わりますよね。先ほどローソク足ではヒゲで抜けていたここの部分、どうでしょうか。ここの青の水平線のレジスタンスに対して、このバーで高値を超えてきたブレイクだと見れますよね。バーチャートにはそもそも実体とかヒゲっていう概念はありません。ローソク足ではヒゲに該当するこのバーの一番高いところで超えてきたらブレイクと見るということもできるわけです。ということで、実体かヒゲかの議論はどちらが正しいのかではなくて、異なる流派が存在すると覚えておいてください。で、ここでのポイントというのは、ブレイクの判断をするための基準を設けるということ。そしてその基準をコロコロ変えないこと。今日は実体ベースで見たけど、それだとエントリーチャンスを逃してしまった。だから次の日はヒゲベースで見るというのは禁止です。それをやってしまうと、毎回の判断の軸がブレてしまいますよね。で、僕自身はローソク足しか見ていないのと、実体ベースでブレイクの判断をするようにしていますので、これ以降はその前提でお話をしていきます。価格軸でのブレイクの見分け方の2つ目は、実体とヒゲのバランスです。ここでのポイントは抜け方にあります。どういうことか、まずはこちらの図を使って見ていきたいと思います。例えば左の図、ローソク足の実体の部分でレジスタンスラインを超えてきてはいるものの、実体での更新幅が小さく、加えて長いヒゲが伸びている場合です。ローソク足の長い上ヒゲが出ているということは、この部分での抵抗が強くて押し戻されてしまったということですから、
このラインを抜けた後の勢いが続かなかったということになります。また実態で抜けていたとしても、このように更新幅が小さい場合というのは、一時的にオーバーシュートしているだけの可能性もありますので、ここから行ってこいで下がってくるケースは結構あります。ですので、こういう時はブレークの判断を保留するというものです。ローソク足、普段あまり注意を払ってこなかったという方、まだ見方が不安だなという方は、こちらの動画で詳しく解説していますので、合わせて視聴してみてください。続いて右側の図なんですけれども、ローソク足の実体で超えてきてはいるものの、そのローソク足が小回しになっている場合です。小回しというのは、このようにローソク足の実体部分が小さく、上下に髭が伸びている足のことを言います。このような形の小回しというのは、レンジ相場を意味します。つまり、相場の迷いを示すので、そのような状態でいくら実態で超えてきたといっても、それはこの価格を超えるということに対する市場全体の合意形成の弱さを示唆します。ですので、こういうケースも一旦ブレークの判断を保留するという考え方です。ではこちらについても実際のチャートの例を見ていきましょう。今表示しているチャートはポンド円の週足です。今回注目するのはここの高値です。チャート見ていただいてわかる通り、ここの高値を超えられない期間というのがずっと続いていたんですけども、これ週足チャートですので、どれぐらいの期間なのか測ってみると、だいたい300日ぐらいですので、ほぼ1年間にわたってここの高値を超えられない状況が続いていたということになります。つまり、ここの高値とここの安値でレンジ相場だったということですね。では、この後の予想を見ていきましょう。はい、ここのローソク足に注目してください。細かく見ると、ローソク足の実体の部分、終値でこのラインを超えてきてはいますが、このローソク足は小回しとなっています。先ほど図の右側の例で見たのと同じパターンです。では、この後の予想を見ていきたいと思います。はい。で、その後ですね、ローソク足3本。今、週足ですから、つまり3週間経過したということなんですけども、ほとんど動いてないということがわかると思います。このような横ばいになってしまっていますよね。で、さらにその後の様子を見ていくと、このように再び上昇していったんですが、ここの横ばいになっていた部分を日足で見ていきたいと思います。ちょうどこのラインを越えてきた時の小回しにこのように印をつけておきたいと思います。こちらが日足の様子です。先ほど週足で印をつけた小回しの部分がこの青のボックスのところに該当します。このように日足で見ても、この青の水平線を実体で超えてきてはいるんですが、ブレイクしたといって、例えばですね、ブレイクした後に下がってきたところで押し目買いだと言って、例えば損切りをこの直近の安値のところに置いて、押し目買いをしたりすると、このように下がってくる動きに巻き込まれて、これおそらく損切りになっている場面ですよね。そしてその後大きく反発となっています。損切りさせられてから上がっていくっていうパターンですよね。今赤の四角で囲った部分というのが、週足で小回しで抜けてきた後の揉み合いの3週間の部分に該当するんですけども、まさにこの揉み合いのところに巻き込まれてしまった形となっているわけです。これもですね、この青の水平線で示したレジスタンスラインをブレイクしたと思ったら、そこから急旋回して全戻ししてきた、騙しのブレイクと言えるパターンです。このように価格でブレイクを判断するときのポイントは抜け感です。実体で超えた超えないだけではなくて、どのように抜けたか、そのハウの部分をローソク足の形とともに見ることが重要です。この点ぜひ意識してローソク足を見てみてください。これだけでチャートの見方だいぶ変わると思います。ではここからはブレイクを判断するための2つ目の軸、時間に移りたいと思います。ブレイクしている形は綺麗なのになぜかその後全然伸びない。それどころか全戻しを食らって損切りになってしまった。そんな経験がある方はこの時間を見ていないことが原因かもしれません。時間の観点では2つポイントがありますので、それぞれ順番に見ていきます。まず1つ目はブレイクが発生した時間帯に注目するというもの。早速こちらのチャートを見ていきましょう。今表示しているチャートはドル円の4時間足、2023年8月のデータです。ここの部分がレンジ相場になっていることがわかると思います。このレンジの上側を見ると、ここでつけた高値を超えることができていませんよね。ということで、この上側のラインがレンジの上限となっています。では、この後の動きを見ていきましょう。はい、今ここで大陽線でレンジの上限をブレイクしました。一つ目の価格軸のところでお話しした内容を思い出していただきたいんですけれども、この例に関しては実体とヒゲどちらで見てもブレイクですし、実体とヒゲのバランスの観点でも特にヒゲが極端に長いといったこともありません。大陽線でしっかりと抜いてきています。ブレイクとしては非常に綺麗な形ですよね。で、さらにこの後の動きを見ていくと、抜けたと思ったら反転下落して、レンジの下限まで到達しています。これも典型的な騙しに該当するでしょう。で、このような騙しのケースに出会った時に疑うべき一つのポイントが時間帯の視点なんです。相場というのはいつも同じ人数が参加しているわけではありません。ロンドン市場やニューヨーク市場が本格的に動いている時間と、
そうでない時間帯では、市場にいる人の数が全く違います。この参加者の多さのことを専門用語では流動性と呼びます。そして流動性の高い相場、つまり多くの人が参加して取引が活発に行われる相場でのブレイクを信頼度の高いものとして、流動性の低い相場、つまり市場参加者が少ない相場でのブレイクは信頼度の低いものとして捉えるというのが時間帯に着目したブレイクの見極め方です。ではなぜ参加者の少ない相場、流動性の低い相場のブレイクは信頼度が低いのでしょうか。流動性が低い相場では注文が少なくなります。こういう状態のことを板が薄いと呼んだりしますが、こうした板がスカスカの相場というのは、たった一人の大きな注文が入るだけで、価格が跳ねてしまうことがあるんです。つまりそのブレイクというのは、市場参加者のみんなが合意して抜けたのではなくて、たまたまその時いた大口投資家の大きな注文で抜けただけという可能性が十分にあります。だからこそ換算時間のブレイクというのは本物よりもただのノイズの可能性が一段と高くなるんです。実は先ほど見ていただいたチャートは8月に発生した騙しブレイクの例。8月は流動性が低くなりやすい換算相場の一つです。ではなぜ8月は流動性が低くなりやすいのでしょうか。8月は夏枯れ相場と言われたり、バカンス相場と言われたりして、他の月に比べて流動性が低下しやすいという特徴があります。金融市場というと、主要プレイヤーはやはり欧米に集中しているわけなんですが、8月というのは夏休み、バカンス期間です。で、欧米の人たちというのは皆さんも聞いたことがあるかもしれませんが、日本人に比べると長い休みを取るのも珍しくありません。その結果、8月は休暇に入る市場参加者が増え、市場全体の流動性が低下しやすくなります。これはあくまで僕自身の経験ですが、8月はトレンドが出にくく、レンジ相場になりやすいと感じることが多いです。参加者が少なく、市場全体の合意が形成されにくいという構造が背景にあるのではと考えています。こうした8月のバカンス相場については、実は公的機関も前提として扱っていることが多く、例えば欧州の中央銀行にあたる ECB も夏季休暇によって流動性が低下することを記事の中で前提条件として言及しています。8月は日本ではお盆休みというのがありますけれども、休みで暇だ。日本の相場参加者は少ないけれども、欧米はお盆休みは関係ないからといってトレードしたら、実は世界全体で見て流動性が低い季節だった、騙しにあったということにもなりかねません。8月は相場の世界ではある程度共通認識になっている季節です。知らなかったという方は今年の夏からぜひ8月のブレイクは一段疑ってみるという意識を持ってみてください。ということで、市場参加者が少ない相場でのブレイクは信頼度の低いものとして捉えるというのが時間帯に着目した騙しの見極め方なのですが、他にどのような換算相場や流動性の低い時間帯があるのか気になる方も多いかと思いますので、ここからは換算相場の例を解説していきたいと思います。ここでのポイントは市場と流動性のギャップです。皆さんも例えば年末年始は気をつけてくださいなど聞いたことがあるかもしれません。実は市場が空いている日と流動性にはギャップがあります。ここでは具体的な換算相場についていつからいつまで気をつける必要があるのか、カレンダーベースで説明をしていきます。変な時間帯、変な時期にトレードして損しないように必ず押さえてください。8月に続いて2つ目の例がクリスマスです。日本でクリスマスというと平日と同じ扱いですが、欧米では12月25日はクリスマス休暇といってお休みになります。現地では銀行をはじめ金融機関も閉まります。その結果、この期間は欧米の市場参加者が一気に減ることになります。ただ注意が必要なのが、FX や CFD を取引していると、日本ではブローカー自体は普段通り稼働しているケースが多いという点です。今日はクリスマスだけど暇だな、今日は平日だから相場が動いてるじゃないかと言って変にポジションを持ったりすると、実は流動性の極端に低い相場だったっていうことが起こり得ます。クリスマス休暇の取り方も人によってまちまちで、24日と25日だけ休んでまた年末に向けて仕事をする人もいれば、クリスマスから年明けまでまとめて休みを取る人もいます。国や市場によって多少の違いはありますが、多くの市場ではクリスマスの翌日、26日以降に取引が再開します。ただし、大晦日の31日まで、たとえ市場が空いていても流動性は低下しやすい時期ですので、クリスマス休暇と同様に、この期間のブレイクの動きは注意が必要です。こちらのチャートはゴールドの4時間足、2025年12月末のデータを表示しています。大きく上昇した後、急落が発生している場面です。こちらの安値に注目をしてください。はい、今ここの赤の丸で印をつけた安値をこのような大陰線でブレイクしてきました。これも形としては非常に綺麗なブレイクの形だと思います。この後の動きを見ていきましょう。
はい、ここの安値をブレイクした後に、そこから急反発して、直近の高値であるこの高値を更新していく形となりました。これも安値をブレイクした後に反転上昇していく典型的な騙しだと思います。この青の水平線を引いたところの安値。この安値というのは上昇トレンドにおける最後の高値更新の起点の安値ということで、押し安値と呼ばれる安値ですけども、ここをブレイクしたことで目線が下目線に切り替わる節目のラインでもあります。押し安値を下にブレイクして目線が下に切り替わったからといって戻ったところから売りを狙っているとそのまま担ぎ上げられて損切りになってしまう場面です。この押し安値のブレイクした時間帯を見てみると12月の31日大晦日ということがわかります。先ほど解説したように流動性が低くなりやすい時期です。年末年始でこのブレイクは信頼していいんだろうか、そのようにワンクッションを置くことができれば今お伝えした状況っていうのは避けることができますよね。次に年明けについてですが、元旦はどこの国も祝日で市場はお休みとなります。欧米ではカレンダー上2日から平日となり、市場もオープンしますが、欧米の主要プレイヤーが本格的に戻るのはもう少し後になることが多いです。実務的には2日や3日はまだ流動性が薄く、新年になってからの最初の週明け、あるいは5日前後からようやく通常運転に近づくと考えておくのが安全です。例えば今年は5日が2026年になってからの最初の週明けの月曜日ですよね。なので、この週から通常運転に戻り始めるというスケジュール感で見ておくといいと思います。市場が空いているイコール人がいる、流動性があるということではない点に注意です。FX の各市場の特徴に関しては、どの時間帯にどの通貨ペアが動きやすいかなど、さらに詳しい特徴をお話ししています。各市場の特徴をつかんで取引できるようになりたい方は、今回の動画と合わせてこちらの動画を視聴してみてください。ここで大事なのは、換算相場のブレイクは 100% 騙しだと決めつけることではありません。8月はバカンス相場だからといって、8月に起きたブレイクは全て騙し。年末年始の動きは全部騙しかというと、そうではありません。また換算相場ではトレードするなということでもありません。普段とは違った態度で臨まないと痛い目を見るということです。大切なのはブレイクが発生しても、この時間帯の動きって信頼していいんだろうか、市場全体の合意ではない可能性があるかも、という前提で見ること。この換算時間帯でブレイクが起きたら、次の市場や次の日以降にもその流れが維持されるかどうか、そこを確認するだけで無駄なトレードはかなり減ります。無駄なトレード、無駄なエントリーが減れば成績は改善しますよね。ぜひこの時間帯の視点を意識してみてください。では時間の2つ目のポイントに移りたいと思います。実はもう一つブレイクを時間で判断するときに欠かせない視点があります。それが時間軸です。次は一見騙しに見えるんだけれども、実は全く騙しではないという初心者の方はもちろんですが、ある程度テクニカル分析を知っている人でも最も引っかかりやすいポイントを見ていきましょう。ブレイクの形は綺麗。発生した時間も特に換算時間帯ではない。なのにその後全戻しを食らってしまった。損切りになってしまった。そういう経験が多いという方は、この点を見逃しているかもしれません。まずはこちらのチャートを見てください。今表示しているチャートは、ポンド円の4時間足、2025年6月のデータを表示しています。ここにレジスタンスラインを確認することができます。レジスタンスラインを確認するときですね、このようにゾーンで確認するというのが重要なポイントなんですけども、このようにゾーンで見ていくと、1点、2点、3点、4点、5点と5回止められているレジスタンスラインだということがわかります。ではこの後の予想を見ていきましょう。今このローソク足でレジスタンスラインをブレイクしてきました。価格の軸から見ると、ローソク足の実態で大きくブレイクしていますし、また時間帯の観点から見ても、このローソク足が発生しているのは2025年の6月ということで、特に換算相場ということではありません。ではさらにこの後の予想を見ていきましょう。すると、このレジスタンスラインをブレイクしたこの動きを、このような逆 V 字で全戻ししてきていることがわかります。こういう動きを騙しと見る人もいるかもしれません。ただこのような騙しに出会った時に、時間の観点で疑うべきもう一つのポイントが時間軸の視点。そもそも本来確認すべき正しい時間軸でブレイクを判断できているかという点です。ではこの場所をですね、上位足である日足で確認してみたいと思います。今、日足に切り替えたんですけども、先ほど4時間足でブレークを確認したポイントというのが、この赤の丸で印をつけたところです。皆さんはこのチャートを見て何か気づきますでしょうか？先ほど4時間足で見ていたこのレジスタンスラインというのは、実は日足レベルのレジスタンスラインです。ここの高値とここの高値で2点反応していますよね。ということで、ここはまずは日足でブレイクするかどうかを見極めないといけない場面。それを買い足である4時間足でブレイクしたと早とちりしてしまったということなんです。
このような現象はブレークの対象とブレークを観察する時間軸のズレが原因で発生します。これについては正直騙しとは言えなくて、こういう環境認識上のポイントを押さえた上でチャートを読めていないがゆえに、トレーダーが勝手に騙されてしまっているだけです。ではもう一度日足の方に戻って、この後の様子を見ていきたいと思います。今このローソク足でレジスタンスラインをブレイクしてきました。そしてさらにその後の様子を見ていくと、ブレイクした後に押し目を形成して再び反発という形が確認できます。ここのレジスタンスラインをしっかりと日足のレベルで捉えることができ、日足レベルでのブレイクを確認できていれば、ここの押し目に乗れたかもしれない場面ですよね。このようにチャートを見ていく上で複数の時間軸の視点を持って分析することをマルチタイムフレーム分析と言いますが、やはりマルチタイムフレーム分析ってトレードをする上では必須です。こういったレジスタンスやサポートライン、トレンドライン、チャンネル、水平線など、サポートレジスタンスの要素っていろいろありますが、それらはどの時間軸で発生しているものなのかを見極めることが最初のステップ。その上でレジスタンスやサポート要素が発生している時間軸でのブレイクを見極めるというのが重要です。ぜひこの時間軸の視点を意識して普段チャートを見てみてください。マルチタイムフレーム分析に関してはこちらの動画で詳しい手順を解説しています。今回解説したように複数の時間軸でチャートを見ていくこと、まだ自信がないという方はこちらの動画も合わせて参照してみてください。では最後、信頼性のあるブレイクを見極めるための3つ目の軸、数量について見ていきましょう。ラインは綺麗に抜けているし、ローソク足の形も悪くない。時間帯も問題ないし、時間軸もしっかり把握できている。なのにブレイクした後全戻し。このような騙しに出くわした場合は、相場の数量に着目してみてください。相場で数量といえば出来高です。この出来高を使うことで、本物のブレイクと騙しのブレイクを見極めるというのが、数量軸に着目したブレイクの真偽の判断方法です。例えばこちらのチャートを見てください。こちらは JR 東日本の冷やしチャート2023年6月のデータです。先にお伝えしておきますが、ここからの出来高の解説では株のチャートを使っていきます。理由については後半で、なぜ出来高を騙しブレイクの判断に使えるのかという話と合わせて改めてお話しします。チャートの真ん中付近ですね、このような上昇トレンドが発生しています。そしてこの付近から反落を始めて、ここでこのようなレンジ相場を形成している状態です。ではこの後の予想を見ていきましょう。今このローソク足でレンジの上限の高値をブレイクしてきました。ローソク足の形、特に問題はなさそうです。時間帯も6月ですので、特に換算相場というわけではありません。ただこのブレイクの後の様子を見てみると、このように逆 V 字で全戻しして、ここの安値を割り込んできました。ブレイクしたら全戻しということで、これも典型的な騙しと言えると思います。このようにテクニカル的にはブレイクしたと言える形なのに、なぜかその後の動きが続かない。この時に確認すべき一つの重要なポイントが出来高です。まず出来高についての簡単なおさらいですが、出来高というのは1日や1時間といった一定の期間内に売買が成立した数量を表します。つまり出来高が増加するということは市場の取引が活発になっているということ。そのため価格が大きく動く際に出来高の増加が伴っている場合は、その動きに対する市場全体の熱量や確信を示唆し、反対に出来高が小さい場合は、市場参加者の不確実性や関与度合いの低さを示唆することになります。ですので、ブレイクの際に出来高の増加が伴っているものは、その信頼性を高いものとして、反対に出来高の増加を伴わないブレイクであれば、騙しの可能性を疑うというものです。で、この視点で改めて先ほど見ていただいたチャートを確認してみると、このレンジをブレイクした前後の出来高の様子を確認してみると、ほとんど増えていません。むしろこのように若干減少傾向にあります。このように出来高の増加を伴わない価格上昇は買いが続かない可能性があるので、そのような場合は一層注意するという考え方です。では今度は良いブレイクの例を見ていきたいと思います。こちらは同じ JR 東日本の2025年11月の冷やしチャートです。チャートの左側を見ていただくと上昇トレンドが発生していることがわかると思います。そしてこの付近から下落を始めて、その下落の過程でこのようなレンジ相場を形成している状況です。ではこの後の様子見ていきたいと思います。このようにレンジの上限をブレイクした後に押し目を形成してそこから上昇に転じていることがわかります。レンジをブレイクしたところの動きを細かく見ていくと、まずこの足はコマ足でブレイクとなっていますが、その次の次の足ですね、この陽線のローソク足でしっかりとブレイクをしています。そしてそこから反発して下がったところから再度上昇に転じていくという形ですね。そして出来高の方に目を向けると、このレンジをブレイクする前後のところで出来高が増加していることを確認できます。
レンジをブレイクした後につけたここの高値を超えていく時の出来高も大きく増加していますよね。このように出来高の増加を伴うブレイクの場合は、信頼度の高いブレイクとして捉えるという考え方です。はい、ということで、ここまで出来高に着目したブレイクの見極め方を見てきましたが、ここで一つ大事な注意点があります。今回紹介したチャートは株のチャートですので、出来高は市場全体の取引量がそのまま表示されています。つまり、この出来高はどれだけの参加者が本当に売買したかをかなり正確に反映しています。一方で FX のチャートに表示されている出来高は、実は株とは性質が違います。多くの場合、FX の出来高はブローカー内の取引量を表しており、FX 市場全体の出来高ではありません。なので、FX で出来高が増えているかどうかを見るときに、株と全く同じ感覚で解釈してしまうと、本来見たい情報とずれてしまいます。で、僕自身は株を見るときは出来高を見ますけれども、FX では見ません。ただ FX でも出来高を見ている人はいます。ポイントはここです。チャートを見るときの指標っていろいろありますけれども、出来高って結構特殊な指標で、その銘柄がどういう市場でどのように取引されているのかによって意味が全く変わってきます。そのため、出来高が表している内容を理解した上で、見るべきかどうかを判断するということが重要です。ですので、今回の動画の内容ですね。出来高を見ていますという方は、1、2、3の3つの軸を参考にする。出来高見ませんという方は、1つ目と2つ目の軸を参考にする。そのように使っていただくといいと思います。株と FX の出来高の違いについては、こちらの動画で詳しく解説していますので、出来高のところ興味を持った方は、今回の動画と合わせて見ていただくと、取引の構造や出来高の意味についてより一層理解が深まると思います。では本題に戻りましょう。ここまで出来高に着目したブレイクの見極め方を見てきましたが、ここでも大切なのは、出来高増加を伴わないブレイクは常に騙しだということではありません。ブレイクは発生したが、出来高の増加を伴っていないなら、市場全体の合意形成ではない可能性があるかも、というように取引の活発度合いという相場状況の違いに注目できるかどうか、出来高の増加を伴わないブレイクが発生したら、その後にもブレイク方向の流れが維持されるかどうかを確認する。それをするだけでも騙しに遭うことを減らすことができます。ブレイクが本物か騙しかを判断するために最も重要なのは、価格、時間、数量、この3つの軸で俯瞰的にチャートを見ることができるかどうか。どれだけ注意深く価格の動きを見たところで、それが発生する時間帯や時間軸の視点が抜けていれば、片手落ちになってしまいます。この3つの視点を抑えることで、騙しを見極める判断の抜け漏れを防ぐことができますので、ぜひ意識してチャートを見てみてください。それでは今回の動画は以上で終了です。また次回の動画でお会いしましょう。さようなら。